すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、ラーメン温骨心激戦区な荻窪は目が離せないぞということで、こちらですと JR 荻窪駅から徒歩5分くらいのところにありますラーメン高尾さんにお邪魔してます。こちら高尾さんは去年の11月にオープンしまして、店主さんはねまだ若くてですね、私すするの1個上31歳とのことで、これはまさにラーメン界のゴールデンルーキーと言ってもいいんじゃないでしょうか。名店での修行経験もあり、そのラーメンにはね数々のラーメン好きたちも注目していまして、一杯のラーメンで人を笑顔にしたいがね店主さんのコンセプトということで、果たしてすするは笑顔になれるんでしょうか。早速すすりに行ってみましょう。ああ、荻窪の南口ってこっちの方か。ずるずるどうもすするですということで、荻窪到着しました。普段はねラーメン花月嵐さんの月1撮影とかでねよく降りてる駅なんですけど、普段はねだから北口方面に行くことがよく多くて、南口あんま行ってなかったんですよね。南口の方面といえばね、やっぱり丸町中華そば店さんであったりとか、ラーメン二郎のね荻窪店もあったりして、やっぱ荻窪ってどっち口も結構ラーメンが充実してますね、こう見ると本当に。そしてそんな中ね、今回の高尾さんですからね、ビールの種類が豊富だったりして、本来であればねビールとともにおつまみメンマでねちょっと一杯なんてやりたいんですが、いかんせん今日ちょっとねこの後も戻って仕事をしなければならないので、さすがにちょっとねそう酔った状態でやるのもどうかということで、でもおつまみメンマだけはねどうしても食べたいんで、ノンアルコールでちょっとおつまみメンマだけを楽しみつつ、ラーメンもね非常に楽しみですね。ノーマルのラーメンがねもう500円からっていう、めちゃくちゃ良心的な、もう今の時代ではなかなかないですからね、500円でラーメンがすすれるなんて。特に都内はもう500円でラーメンすすれるとこほぼ残ってないですよね。チェーン店とかはまた別なんですけど、それこそ日本全国を探したらねもう500円以下で美味しいラーメンがすすれるお店でたくさんあって、それこそ福岡のね丸干しラーメンとか非常に印象に残ってますが、都内でってなるとなかなか難しいですからね本当に。もう本当に物価とかも上がってきて、結構ラーメンもねだんだん値上がりの動きが見られてるんですけど、仕方ないことですねこればっかりは。本当に僕らの力ではねちょっとどうしようもできないことなんで、やっぱりすすって応援していきたいなというところで、非常に高尾さんのラーメン楽しみです。というわけでお店の前着きました。めっちゃ工事してんのよお店の前で。美味しいラーメンちょっと楽しみだなということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあラーメン高尾さん注文せです。ラーメン500円の文字に喚起しつつ、今回は豪勢にワンタンチャーシュー麺とおつまみになるメンマ皿をお願いしました。本当ならビールを一杯やりたいところですが、その気持ちをぐっとこらえてバヤリースを注文。めちゃくちゃ懐かしい味がする。すると先にメンマ皿が到着。早速食らっていきましょう。おう、シャキコリ食感で上には醤油だれがかかっており、しょっぱめな味が味覚にギュリンと刺さり、めっちゃうめい。ネギも食欲をかきたてるキーパーソンとなっており、今俺はとってもビールが飲みたい。メンマがうまいということでラーメンへの期待感はすでにマックス。夢中で食べ進めているとラーメンがやってきましたよ。こちらがラーメン高尾さんのワンタンチャーシュー麺です。素敵。たっぷりなチャーシューとワンタンが敷き詰められたクラシックなビジュアルで、その上には目玉焼きのお布団。これは黄身を割って途中で麺に絡めてすすってくださいという店主さんからのメッセージだなと受け取りつついただきます。ではまずスープから。うめい。すっきりとした口当たりクリアな鶏ベースのスープに、醤油だれの味わいもじゅわんと両頬に染み渡るノスタルジーかつ最先端を行くネオクラシックな美味しさ。老舗名店で修行経験もありつつ、まだすするの1個上という若さの店主さんのエッセンスも存分に感じられ、これぞまさに温故知新、蘭古香辛、そして生追うさつらいです。さあ続いては麺とご対面して、よっしゃすするドガン。自家製の中太麺をズボッとすすってみると、荻窪感のあるお蕎麦のような風味で、もしゃりとした独特の食感がナイススー。この麺自体の風味が結構強めながら、クリアな鶏ベースのスープもバビョンと存在感を発揮し、双方の素晴らしいバランスの良さが光ります。去年オープンながらすでに荻窪の民の心はがっつり掴んでいるとの情報もあり、東京全土に広がるのも時間の問題かもしれません。ではいよいよここで卵黄を崩して麺に絡めてすすってみようではありませんか。これまたうめい。まろやかになりつつ麺のすすり心地、喉越しともにアップし、スープ自体も卵黄に負けずしっかりと威厳を保ち、 100% マストトッピングともいえる最高のバディ。白身もちょっといいよね。
そして今度はチャーシューを食らってみると、こちらも醤油だれがしっかりと染みていて重さはなく小ぶりなのでパクパク食らうことができるのもポイント高め。今飛行機が太平洋あたりだとすると、高尾山では頂上といったところで、これは走れメロスに置き換えるとちょうどセリニュンティウスが私を殴れと言ったあたり。そんな説明の最中、続いてワンタンターン。気持ちのいい音とともに運ばれてきたのは、あんが少なめで皮ジューシーなワンタンで、ペロンと喉越しがよくもちっとした皮の美味しさも感じられる。スープがうまいことによってトッピングも輝き、しかしトッピングにも抜かりないことでラーメン全体が輝く。もちろんラーメンに入ったメンマがうまいことは序盤から確約されており、チャーシュー&ワンタンもたっぷり入っていてボリューム感もグッド。今度来た時は絶対にビールを飲んでやるぞと心に誓いながら、最後はその美味しさに敬意を表して開演。本日も完食です。大変美味しくすすれました。クラシカルな中にも店主さんの若き意志も感じることのできる大満足な一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。ラーメン高尾さんに行ってきたんですけれども、めっちゃうまかったですね。幸せですね。今最初はね、おつまみのメンマとバヤリーズからスタートしまして、まずこのメンマがめちゃくちゃうまい。本当にメンマがめちゃくちゃうまかった。おつまみメンマはね、ラーメンの醤油の返しとネギ、そしてメンマっていうもうほんとシンプルな構成なんですけど、メンマがすごく美味しかったですね。シャキコリ食感めちゃくちゃ良くて、そして結構しょっぱめのね醤油だれがしっかりとかかっていて、いやあれでビール飲めたらマジで最高だったな。本当にあれでビール飲むべきですね。はい、もちろんランチタイムで仕事の合間に食べるって方もいらっしゃると思う。そういった方はちょっと難しいかもしれないんですが、メンマでめちゃくちゃビール飲みたかったですね。本当にいやー絶対うまいだろうな。そしてね、スープを一口飲んだ時の率直な感想としてはね、なんか懐かしいっていう感じ。僕自身ね、そんなに昔ながらね東京のラーメンにそんな詳しいわけではないんですけど、やはりね飲んだ瞬間の懐かしさ、鶏ガラベースで、そして醤油もキリッと効いていて、ノスタルジックな味わいではあるんですけど、しっかりとなんか洗練された何かを感じましたね。それが何かって別に具体的に分かったわけじゃないんですけど、ノスタルジックさの中にも現代っぽくね洗練されたものを感じました。僕は麺もすごく好きでしたね。あっさりのスープなんですけど、そこに合わせるのは結構中太ぐらいのしっかりとした太さの麺で、店主さんがね営業終わってから作っているらしいんですが、麺自体の味が結構しっかりしていてそばっぽい風味ありまして、さらにねスープもしっかりと吸ってくれるので、麺そのものがめちゃくちゃ美味しかったですね。自家製麺ということもあって、麺はね高尾さんでしかすすれないオンリーワンな麺じゃないでしょうか。あん少なめのワンタンとかね、あとチャーシューもなんかほんのり香ばしい香りもあって、全てがパーフェクトなノスタルジックラーメンといった感じですごく好みでした。あと日曜日限定でね味噌ラーメンとかもやってるみたいなんで、ちょっと今度は味噌ラーメンもぜひすすりに行きたいなと思いましたね。いやーうまかったな本当に。あと卵も良かったですね。卵をちょっと絡めて、醤油が結構効いてるので、スープに卵が入るとねちょっとマイルドになりまして、味わいも僕かなり好きでしたね。いや本当に総合的に見てもね隙のない美味しい一杯いただきました。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン高尾さん、温故知新の中の温故知新や。いやーやっぱりああいうノスタルジックなラーメンはいいですね。どうものびーです。本日は、ラーメン高尾さんということで、今時都内で500円ですすれるラーメンというのは珍しいので非常にありがたいことです。はい、ということで米編、皆様からのコメントにする TV を編集するのびとチャルゾーが返信していくコーナーです。今日はのびが一人でやっていきます。皆様いつもコメントありがとうございます。まずはこちら、コストコ行けばでっかいプルコギ売ってるよということで、めちゃくちゃいいですね。でっかいプルコギってなんかその量が多いとかなんかそういうことじゃなくて、でっかいプルコギってでっかい肉とかでっかいパンとかやったら聞いたことないけど、でっかいプルコギって素晴らしいですね。この間の中本さんのプルコギラーメンのあれ関連でついたコメントですけども、でっかいプルコギちょっとねぜひ買ってみたいですね。そして次はこちら、麺をすする人は一緒に空気を飲み込んでしまうためよく屁が出る説、プップーということでね、麺すする以外でも別に普通に飯食ってても一緒に空気も食べてると思うけどな多分ね。で別にすするが屁こいてる描写なかったしこれまでね。はい、まあでも皆さんもね屁には気をつけて生きていきましょうということで、ありがとうございました。